波を切って進む一隻の駆逐艦。その名を吹雪という。 AI で当時の色を蘇らせてみる。昭和の初め、日本海軍が生んだ革命的な駆逐艦。それが徳型、吹雪型である。従来の駆逐艦の倍近い重武装。高い両波性と大きな航続力。その性能は世界を驚かせ、各国の駆逐艦設計を一変させた。こうしておよそ24隻の徳型が建造される。だが開戦直後のボルネオで最初の犠牲を出し、多くがソロモンの野戦で沈んだ。単艦で敵艦隊に突入した綾波、後の大統領の帝を撃沈した天入り、漂う敵兵422名を救い上げ大活地。そして戦後ソ連へ渡った響き、栄光と悲劇、そして敵さえ救った情け。今日はその徳型駆逐艦の全生涯を一隻ずつカラー化した写真とともに辿ってみよう。白黒写真のカラー化にあたり協力いただいた東京の画像加工業者リタッチインクさんの復元方法では、従来手法のように白黒の上に色を塗るのではなく、 AI が写真そのものを補正し、当時カラーカメラで撮ったらこう写っていたかもしれない姿に近づける。これはおそらく従来の方法よりもずっと肉眼で見た光景に近い復元方法だ。興味のある方はリタッチインクレタッチ会社と Google で検索してみてほしい。海上を進む徳型の駆逐艦。徳型が生まれたのは昭和3年1928年から。その武装は当時の常識を覆すものだった。主砲は 12.7 センチ砲を密閉式の連装砲塔で3機、魚雷は61センチの3連装発射管を3機、小さな駆逐艦に軽巡洋艦にも迫る打撃力を詰め込んだのだ。しかも荒れた海でも高速で戦える優れた両波性を備えていた。あまりの高性能に世界はこれをスペシャルタイプ、徳型と呼んだ。各国は慌ててこれに対抗する駆逐艦を作り始める。徳型は世界の駆逐艦の歴史を丸ごと塗り替えてしまったのである。24隻の徳型は舞鶴や佐世保の海軍工廠だけでなく、大阪の藤長田、浦賀、東京の石川島、横浜と6つの造船所に分けて発注された。一隻ごとに生まれた造船所もその名の由来も違う。だが彼女たちを待っていたのは想像を絶する激戦の日々だった。徳型の一隻、東雲。東雲を作ったのは佐世保の海軍工廠。その名は夜が明け始める東の空を指す古い言葉である。昭和16年12月、太平洋戦争が始まってまだ10日ほど、東雲はボルネオのミリの攻略作戦に加わっていた。12月17日の朝、東雲から一本の電文が届く。敵飛行艇と交戦中。それを最後に東雲の消息はぷつりと途絶えた。爆撃によるものか機雷によるものか、今もはっきりとは分かっていない。分かっているのは乗員およそ230名が一人も帰らなかったということ。開戦からわずか10日、世界を驚かせた徳型はその最初の一隻を誰にも見取られぬまま失ったのである。徳型の一隻、さぎり。さぎりは浦賀選挙で生まれた。さぎりとは辺り一面に立ち込める霧を表す和語である。東雲が消えたわずか1週間後、昭和16年12月に14日、ボルネオのクチンの沖、さぎりは上陸作戦を守る対戦哨戒に当たっていた。そこへオランダの潜水艦が密かに忍び寄っていた。放たれた魚雷がさぎりに命中する。大きな爆発を起こしたさぎりはそのまま沈んでいった。これが日本の駆逐艦が潜水艦の雷撃で沈められた最初の一例となった。開戦の月に徳型はもう2隻を失っていた。華々しい快進撃の陰で革命の駆逐艦は静かに数を減らし始め、徳型のネーム、シップ、
吹雪。徳型の一番艦、吹雪を作ったのは、舞鶴の工作部。その名は、雪を巻き上げて吹き荒れる、激しい風雪を意味する。吹雪は海戦から各地を転戦した歴戦の艦だった。だが昭和17年10月、ガダルカナルをめぐる戦いが激しさを増していく。10月11日の夜、サボ島の沖。日本の艦隊はアメリカの巡洋艦部隊と闇の中で遭遇した。だがこの夜、アメリカ側はレーダーで先に日本艦の位置を掴んでいた。暗闇から突然浴びせられた一方的な砲撃。吹雪は火だるまとなって沈んでいく。サボ島沖海戦。それは野戦に絶対の自信を持つ日本にとって手痛い敗北だった。そしてこの海戦で沈んだ吹雪は徳型駆逐艦の最初の戦没艦。世界を驚かせた革命のネームシップがレーダーという新兵器の前に真っ先に散ったのである。徳型の一隻、村雲。村雲は大阪の藤長田造船所で生まれた。村雲とは空に群がり湧き立つ雲のこと。昭和17年10月、サボ島沖海戦の翌日、村雲は前夜の戦いで傷ついた味方の乗員を必死に救助していた。海に漂う仲間を一人でも多く引き上げる。だが救助のためにはその場にとどまり速力を落とすしかない。そこへアメリカの空襲が襲いかかった。動きを止めた村雲は格好の標的だった。爆弾を受けた村雲は味方に見守られながら静かに海へ沈んでいく。仲間を見捨てられず、そのために自らも沈む。ガダルカナルの海ではこうした悲劇が幾度も繰り返されていた。徳型の一隻、朝霧。朝霧を作ったのは佐世保の海軍工廠。その名は朝に立ち込める霧を指す。ガダルカナルの島へヘイト物資を運ぶ夜の高速輸送をアメリカ軍は東京急行と呼んだ。その危険な任務を担ったのが足の速い駆逐艦たちだった。昭和17年8月28日、朝霧もその輸送の途中にいた。だがまだ日の高いうちにアメリカの艦載機に見つかってしまう。急降下してくる爆撃機、逃げ場のない海。朝霧は爆弾を受けて沈没した。夜の海の王者だった徳型は昼間の空の下ではあまりに無力だった。制空権を握られた輸送作戦の過酷さが朝霧の最後にそのまま刻まれている。徳型の一隻、おぼろ。おぼろは佐世保の海軍工廠で生まれた。おぼろとは春の夜に霞んで見える月のこと。徳型が戦ったのは南の島々だけではない。遠く北の果てアリューシャン列島でもその姿はあった。昭和17年10月、おぼろは日本軍が占領したキスカ島への輸送に当たっていた。霧と寒さに閉ざされた極北の海。だがそこにもアメリカの爆撃機は現れる。おぼろは北の海で空襲を受け沈んでいった。南のサンゴ礁から北の氷の海まで。徳型駆逐艦は日本の戦線のあらゆる果てで酷使され、そして沈んでいったのである。徳型の一隻、暁。暁を作ったのも佐世保の海軍工廠。その名は夜が明ける直前のまだ暗い自分を表す。昭和17年11月13日、第3次ソロモン海戦の第一夜、日本の艦隊は戦艦比叡を先頭に闇の中をガダルカナルへ進んでいた。そこでアメリカの巡洋艦部隊と至近距離で鉢合わせする。型を撃つ恐れさえある恐ろしい近さの混戦。その中で暁は真っ先に単焦灯を照らし、敵の姿を闇に浮かび上がらせた。それは味方の砲撃を導く貴重な光。だが同時に自らを敵の標的に差し出すことでもあった。暁はアメリカ艦の集中砲火を一身に浴び、あっという間に沈没する。味方の突撃の道を照らした一番槍。暁の犠牲の上に
あの夜の死闘は戦われたのである。徳方の一隻、綾波。綾波は大阪の藤長田造船所で生まれた。綾波とは綾織の布のように交差する美しい波のこと。暁が散ったその翌日の夜、第三次ソロモン海戦の第2夜、綾波はサボ島の陰で味方の電波が遮られ、敵発見の報を受け取れなかった。気づけばたった一隻でアメリカの大艦隊の前に立っていた。相手は戦艦2隻に駆逐艦4隻。普通なら逃げるしかない状況である。だが綾波は逃げなかった。たった一隻で敵の隊列に突入し、砲撃と酸素魚雷を次々と叩き込む。綾波はアメリカの駆逐艦ウォークとプレストンを撃沈。さらに戦艦サウスダコタにも命中弾を与え、その電気系統を一時麻痺させたと伝えられる。しかし四方から集中砲火を浴びた綾波もついに力尽き、大爆発を起こして沈む。戦死42名。たった一隻で大艦隊に挑んだその奮戦は今も語り継がれている。徳方の一隻、白雪。白雪を作ったのは横浜船橋、後の三菱重工である。その名は白く降り積もる雪を指す。昭和18年3月、ビスマルク海海戦。日本は大勢の陸軍兵を乗せた輸送船団をニューギニアのラエへ送ろうとした。白雪はその船団を守る駆逐艦の一隻。しかも司令官が座乗する機関だった。だがアメリカ軍は低空から爆弾を跳ねさせる新しい戦法で襲いかかる。輸送船は次々と炎上し、護衛の駆逐艦も逃げ場を失った。白雪もまたこの空襲で真っ二つに折れて沈没する。船団はほぼ全滅し、海に投げ出された兵の多くが帰らなかった。制空権を失った海では無敵の徳方でさえただ沈められるほかなかったのである。徳方の一隻、初雪。初雪は舞鶴の工作部で生まれた。その名はその冬に初めて降る雪を意味する。初雪はソロモンの激しい輸送作戦を幾度もくぐり抜けてきた古参だった。だが昭和18年7月、コロンバンガラの白地でアメリカ機の空襲を受ける。投下された爆弾は初雪の弾薬庫を直撃した。大きな誘爆を起こした初雪は艦の後ろ半分を丸ごと吹き飛ばされる。無数の輸送を生き延びてきた歴戦の艦もたった一発の命中で粉々に砕けた。夜の戦いに強い徳方も昼間の空からの攻撃にはなす術がなかった。制空権の移り変わりが日本の駆逐艦を静かに、そして確実に追い詰めていく。徳方の一隻、磯波。磯波を作ったのは浦名船橋。磯波とは岩の多い磯に打ち寄せる波のこと。空襲と並んで徳方を苦しめたのがアメリカの潜水艦だった。昭和18年4月、磯波は輸送船団を守って航行していた。海の下にはアメリカの潜水艦がじっと息を潜めていた。放たれた魚雷が磯波の横腹に命中する。夜の海戦なら無類の強さを誇る徳方。だが海面下から忍び寄る魚雷にはその打撃力も速さも何の役にも立たなかった。磯波は多くの乗員と共に静かに海の底へ沈んでいった。徳方の一隻、天霧。天霧は東京の石川島造船所で生まれた。その名は空いっぱいに立ち込める霧を指す。昭和18年8月2日の深夜、ソロモンのブラケット水道輸送任務を終えた天霧は真っ暗な海を高速で走り抜けていた。そこへ突然目の前に一隻の小さな魚雷艇が現れる。避ける間もないまま天霧はその艇を艦首で真っ二つに切り裂いた。沈められた魚雷艇の番号は PT-109。そしてその艇の艇長こそ後のアメリカ大統領
ジョン・ F ・ケネディだった。ケネディは生き延び、生き残った部下を率いて島へ泳ぎ着き、九死に一生を得る。この遭難と生還の体験は、後に彼が英雄として語られるきっかけの一つとなった。一隻の特型駆逐艦が闇の海で未来の大統領の運命と交差した一夜。なお天城自身は翌昭和19年8月、機雷に触れて沈んでいる。徳型の一隻、夕霧。夕霧を作ったのは舞鶴の工作部。その名は夕暮れ時に立つ霧を表す。昭和18年11月25日、セントジョージ岬沖の野船。夕霧はブーゲンビル方面へ兵用を送る輸送の任務にいた。日本の得意は暗闇に紛れて放つ夜の魚雷戦。だがそこにはレーダーを備えたアメリカの駆逐艦部隊が待ち伏せていた。闇の中で先に敵を捉えたのはまたしてもアメリカ側だった。夕霧は姿も見えぬ敵から魚雷を撃ち込まれ沈んでいく。得意の野戦でさえレーダーの前には通用しない。日本駆逐艦の優位はもはや完全に失われていた。夕霧の最後はその冷たい現実を突きつけていたのである。徳型の一隻、さざ波。さざ波は舞鶴の工作部で生まれた。さざ波とは水面に立つ細かな波のこと。昭和19年、日本の海はアメリカの潜水艦で埋め尽くされていた。輸送の護衛に追われる徳型はその格好の獲物だった。昭和19年1月、さざ波は南の海でアメリカの潜水艦の魚雷を受け沈んだ。かつて敵に魚雷を放つ側だった徳型が今や自分たちが見えない魚雷に駆られていく。攻守は完全に入れ替わっていたのである。徳型の一隻、薄雲。薄雲を作ったのは東京の石川島造船所。その名は空に薄くたなびく雲を指す。薄雲は北の守りにつくことが多い艦だった。昭和19年7月、薄雲はアリューシャン方面の海でアメリカの潜水艦に待ち伏せされる。放たれた魚雷がその横腹を貫いた。薄雲は冷たい氷の海に静かに沈んでいった。見えない魚雷に駆られていく徳型。その悲劇は北の果てでも繰り返されていたのである。徳型の一隻、四季並。四季並は舞鶴の工作部で生まれた。四季並とは一面に敷くように寄せてくる波のこと。四季並は綾波と同じ徳荷型の姉妹。多くの海戦を生き抜いてきた歴戦の古参だった。だが昭和19年9月、南シナ海。船団を守っていた四季並はアメリカの潜水艦の魚雷を受け沈没する。野戦の主役だった徳型はいつしか輸送を守る番犬に変わっていた。かつて世界を驚かせた精鋭が今や名もなき海でひっそりと消えていく。徳型の一隻、白雲。白雲を作ったのは大阪の藤永田造船所。その名は白くたなびく雲を意味する。白雲もまた船団を守る護衛の任務に当たっていた。昭和19年3月、北海道の東の沖、船団に付き添う白雲を海の下からアメリカの潜水艦が狙っていた。放たれた魚雷を受け、白雲は沈没する。番犬となった徳型たちは忍び寄る敵に一隻また一隻と静かに数を減らしていったのである。徳型の一隻、浦波。浦波は佐世保の海軍工廠で生まれた。浦波とは入江に静かに寄せる波のこと。昭和19年10月、日本の命運をかけたレイテ沖海戦。浦波は味方の艦隊を守りながらフィリピンの海にいた。だがそこへアメリカ機動部隊の大空襲が襲いかかる。空を埋め尽くす艦載機の前に浦波は逃げ場を失い沈んでいった。夜の王者だった徳型に昼の空を守る力はもう残っていなかった。
徳方の一隻、あけぼの。赤ぼのを作ったのは、大阪の藤長田造船所。その名は、ほのぼのと夜が明け始める頃を表す。あけぼのは、レイテ沖海戦を生き延びた、数少ない徳方の一隻だった。だが昭和19年11月、フィリピンのマニラ湾、停泊していた赤ぼのに、アメリカ機動部隊の大空襲が襲いかかる。港の中で爆弾を浴びた赤ぼのは、身動きもできぬまま、海の底へ沈んだ。かつて世界を驚かせた徳方は、空からの圧倒的な物量の前に、なすすべもなく、消えていったのである。徳方の一隻、イカズチ。イカズチを作ったのは、浦賀船橋。その名は、天に轟く雷、イカズチである。昭和17年3月、スラバヤ沖海戦の後、ジャワ海には、撃沈されたイギリス艦の兵が大勢漂流していた。重油にまみれ、力尽きかけた敵兵たち。そこへ通りかかったのが、イカズチの艦長、工藤俊作だった。敵兵を見捨てればそれまで、潜水艦の危険を冒してまで助ける義理はない。だが工藤は迷わず救助を命じた。イカズチは漂う敵兵を次々と甲板へ引き上げる。その数422名。時間の乗員より多いほどの数だった。工藤は彼らを日本海軍の名誉ある客人として遇したという。敵味方を超えたこの救助は戦後救われた衛兵たちによって深い感謝とともに語り継がれた。だがイカズチ自身は昭和19年4月、アメリカの潜水艦の雷撃を受け沈んでいる。情けの艦の最後を見とった者は誰もいなかった。徳方の一隻、稲妻。稲妻は大阪の藤長田造船所で生まれた。その名は闇を切り裂く稲妻を意味する。イカズチと共にジャワ海にいたのが姉妹艦の稲妻だった。稲妻もまた漂流するイギリス兵の救助に加わっている。2隻の徳方は敵兵を甲板に上げ、乏しい水と食料を分け与えた。追い詰められた戦場にもこうした情けが確かにあったのだ。救われた兵の一人は後にこう語ったという。あの日の日本兵の優しさを生涯忘れないと。だがその稲妻も昭和19年5月、アメリカの潜水艦の魚雷を受け沈没する。敵兵を救った2隻の姉妹はどちらも敵の潜水艦に沈められた。情けをかけたその海で彼女たちもまた静かに消えていったのである。徳方の一隻、牛尾。牛尾を作ったのは浦賀船橋。牛尾とは満ち引きを繰り返す海の流れのこと。無数の姉妹が沈んでいく中で牛尾はしぶとく生き残っていた。海戦からアリューシャン、ソロモン、そしてレイテ沖海戦、数々の激戦に加わりながら牛尾は致命傷だけは免れ続けた。戦争の末期には度重なる空襲で艦は満身創痍となる。それでも牛尾は軍艦旗を掲げたまま終戦を迎えた。およそ24隻の徳方で戦争を生き延びた数少ない一隻。戦後、牛尾は武装を外し、故郷を目指す福音者たちを日本へ運んだ。華々しい戦果ではなく、生きて帰るということの重み。牛尾の姿派、それを静かに教えてくれる。徳方の一隻、響。響は舞鶴の工作部で生まれた。その名は遠くまで鳴り渡る音の響きを指す。暁、雷、電、徳寸型の姉妹が次々と沈む中で、響だけはしぶとく生き残った。何度も機雷に触れ、艦首をもぎ取られながらも、その度に修理を受け、響は沈まなかった。不沈艦と呼ばれた雪風と並ぶもう一隻の幸運艦。そして終戦。およそ24隻の徳方で生き延びたのは、響を含むごくわずかだった。だが、響の数奇な運命はそこで終わらない。昭和22年、響は賠償艦として
ソ連へ引き渡される。新しい名はベールヌイ。かつて世界の駆逐艦を一変させた革命の艦は、今度はかつての敵国の旗を掲げ、なお海を走り続けたのである。徳型駆逐艦24隻の物語を一隻ずつ見てきた。舞鶴、佐世保、藤長田、浦賀、6つの造船所で生まれ、雪や雲、波や霧といった美しい自然の名を授かった姉妹たち。海戦の闇に誰にも見取られず消えた東雲。味方の突撃の道をその身で照らした一番槍の暁。たった一隻で大艦隊に挑んだ綾波。後のアメリカ大統領ケネディの艇を沈めた天霧。敵兵422名を救い上げたあのイカズチ。同じ海で敵に情けをかけたあの稲妻。世界を驚かせた革命の駆逐艦は、その多くがソロモンの夜と空からの物量の前に沈んでいった。それでも満身創痍で終戦を迎えたあの牛を、敵国の旗を掲げてまで海を走り続けたあの響き。激しく戦い敵を撃ち、時に敵さえ救った徳型の姉妹たち。一隻ごとに生まれた港があり、名の由来があり、そしてそれぞれの最後があった。カラーで蘇ったその姿のニューに、確かに彼らは生きていた。私たち日本人はそのことを忘れてはいけない。ここまでご覧いただきありがとうございました。この動画が心に残ったら高評価とチャンネル登録で応援よろしくお願いします。